今開始しました。はい。今 YouTube の方音量どうですか？あ、見ます。ちょっと待ってください。06。こんばんは。リロードしたら出てくるかな。こんばんは。あ、出てきた。音声いかがでしょうか？今日はDiscord のボイスチャットもつないでるんで、両方声が聞こえてるかどうかを教えていただけると助かります。あ、ちゃんと聞こえてますね。なんか繋がってるのこれ。あ、聞こえてます。あ、ひろしさんこんばんは。いつもありがとうございやばい、ます。自分の声聞くのキメえな。相変わらず。あ、なんか、もごもご話してるんですよね、自分。あ、そうなんですか。そこんばんは。あ、 YouTube 音声 OK、 画像も OK、 ありがとうございます。今ディスコードつないでるんですけど、ディスコードの方の声もどうでしょうか？あ、カズさんこんばんは。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。あ、お稲荷さんもこんばんは。初めて最初から参加ありがとうございます。そっか、いつもあれですかね、途中からですかね。えーっとレンゲさんこんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、酒井さんもこんばんは。ゆうゆうさんもこんばんは。ありがとうございます。今日もコメントありがとうございます。ぜひぜひ楽しんでください。すごい。今同説11人、あ、11人もありがとうごう。ざいます。早いですね。今ディスコードのボイスチャットもつないでるんで、今日はちょっとみんなでワイワイやりながらティア表を作っていきましょワイワイ。ワイワイ、わちゃわちゃ。う。あ、安田さんこんばんは。安田さんディスコードの方入ってくれたらいいじゃないですか。ぜひぜひ。安田さん、酒井さんもディスコードの雑談入ったらどうですか？ちょっと遅れますけど、基本的にはあれですかね。ちょっと音声遅れます？ディスコードの方が早いですね。何秒、0. 何秒かぐらい。あ、まあああ、そうですね。超低遅延にしてるんですけど、若干のラグがあるっすかね。ただ同じ音声なので、YouTube の方は音声切っといても大丈夫なの？あ、同じ音声であ、す。そうですね。わかりました。ディスコードに入ってる方は混乱するかもしれないです。あ、安野さん、ありがとうございまはい、す。こんばんは。こんばんは。まあまあ、よろしくおあんまり願いします。ちょっと話しすぎると混え、戦しちゃうかなと思ってね、入るのどうしようか迷ってたんですけど、いや、入ってくださいよ。わかりました。入ってくださいよ。ありがとうございます。はい。酒井さんは入んないかな？で、今のところティア表のメンツ、こんだけは入れてるんですけど、他どうすかね？初心者向けだもんな。そう、もう僕が、まあ例えばですけど、なんかこういうポートフォリオサイトを作るみたいなところがゴールです。このポートフォリオサイトってどんな、機能がつくんですか？いや、もうそれも全部ゼロからやります。ああ。単純にビジュアルと文章だけではなくて、はい。なんか動画も作れたりとかそういうこと。できれば今、まあ今っていうか、そのディスコードに参加してくださってるメンバーが例えば画像を作りましたとか動画作りましたとかっていうのをアップしていけるようなサイトを作りたいなと思ってるんですよ。あ、いいですね、いいですね。今安田さんが曲をたくさん作ってくれてるんですけど、多分安田さん以外にもいろいろクリエイティブに使ってる人いると思うんで。そうですね、僕もスノーを使って
たまに MV っぽいもの、昔と作ったことあったんですけど。あ、そういうのを、みんなでこう、わーっと共有できるよううん。なサイトを作りたくって、ああ、いいですね。面白そで、それディスコードだを初心者と、の僕がゼロから作るっていう。う。うん。これ、これも一応ポートフォリオサイトなのか？これはまとめか？どういうイメージかっていう。まあ、こういうポー要トフォリ素を入れるかどうかとかもですね。オですね。まあ、あんまり複雑だと僕が多分ついていけなくなっちゃうから、あくまでも素人の僕あがっていう。あ、こんな感じいいですね。結構、親しみやすくて。これ、こんな感じ。こんな感じ。結構、これ複数人で、例えば、ユーザー分けて、この人が作ったよ、この人が作ったよ、みたいな感じで。はいはいはい。よくある形だけど、これぐらいが最初はいいかもしれないですね。ですね。今で、また、ちょっと分かるようになってきたら、って感じですね。うん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 。一旦これにしましょうか。これ。はい。あ、お稲荷さんは評価低くなりそうだけど、解となった GitHub コパイロットは入れてあげてほしいかも。ああ、ああ、確かに。ちょっと待ってください。GitHub コパイロットはね、無料で結構な枠使えるんで、ありっちゃありなんですよね。なるほど。リアク GitHub。ト。まあ確かにリアクトとかリアクトネイティブ入れてもいいし、楽だし。うパイロッーん。ト。ちょっとアイコンを集めますね。これにしようかな。お借りします。あ、酒井さん。迷いましたが、初心者なので今回はコメント参加させていただきます。ありがとうございます。そっか。全然いいのに気にしなくても。あ、高弘さん、こんばんは。ただ物ができればいいのか、自分が学びを得たいのかでも違いそうですけど。そうですね。間違いないです。ひとまずは、こういう感じのを作ろうかなと思ってて、で、ゴールはコミュニティのメンバーでみんなで使えるサイトっていう感じですかね。あ、心臓さんこんばんは。何で作るかをこれからティア表を作りつつ、いろいろ教えてもらいつつ、最終的に選びます。あ、ラジオ大好きさんこんばんは。今日はめちゃめちゃ楽しみな企画勉強させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。結構気になってる人多いと思うんですよね。1年前は流行ったんですけどね。GitHub。GitHub コパイロットね、やりましたよね。そうなんすね。導入企業数は結構あるんですが、個人は少ないかな。あ、そうなんすか。へえ。もうなんか別のものの方が優秀だったりするんでね、最近は。そうなんだ。チャット機能と、プラス、あの、なんていうんですかね。ちょっとしたコードの打つのをサポートしてくれるよっていう機能だけなんで。あ、今がっすか？あ、そうです。うーん。個人税少ないんですね。ですね。他は何入れます？なんだろう。クライン入れるんだったらルーコードですかね。ルーコード。そう、ルーコード、ROO っていうやつがあるんですけど。ARO。ROO です。RO。ロ、ロ、
これローコード。違う。あ、そうです。これどれ見て。違うな。待ってくださいね。コード。ローコード。送ります。アポ、よいしょ。ライブ規制。はい、貼りました。あ、カンガルーの。あ、そうです、カンガルロゴが欲しいから、まあ、ひとまずこれにすっか。ー。あ、心臓さん、GitHub 系は企業に営業かけてるみたいだけど、内部の IT エンジニアはカーソル使わせてもらいたがってると思う。へえ。まあ、ですよやっね。ぱカーソルなんだ。あ、トリッピーさんこんばんは。はじめまして。ありがとうございます。いつも参考にさせてもらってます。ライブ初参加です。ありがとうございます。最近はウィンドサーフが気になってます。ウィンドサーフね。やっぱそうっすよね。結構、機能増えましたからね、あれまたなんかちょっと盛り上がってますよね。も。ですね。高弘さん、公開するサーバー選びとかそういった知識もどこかで必要になりますね。サーバーもね。ササーバーは、X サーバーが楽かもしれない。まあ、ランニングコストもちょっと考えなきゃいけないですもんね。重要です。あ、ちなみにヒムさん、バックエンドは Firebase、スパベース、スパベース。もう一個はこはいはいれなんだ、確かに。確かなんで、ヒア、確かにありましたね。ヘッドレス CMS かな。ヘッドレス CMS とかなイメージですかね。どこまで開発するイメージですかね。一応、今回の目標としては、僕がこういう感じの、なんていうんですかね、ポートフォリオサイトでいいんですかね。コミュニティのメンバーがいろいろ作ってくれた作品とか画像とか曲とか動画とかをアップしていけるようなサイトを作ろうと思ってます。はい。ランディングページにするか、まあ階層ページにしてもいいですけどね、こうやって分けて。もうこの辺の設計はね、まだゼロです。だからその辺のサイトに、うん。あれですか。個人がそれぞれログインするような仕様にするってことですか。そうですよね、多分。そうです、そうです、そうです。まあ、コミュニティメンバー間でいうことは。そうです、そうです、そうです。で、まあ、管理者は、僕と、あとちょっと詳しい方、何人かちょっとお手伝いいただいてっていうのを勝手に思ってます。で完全にペライチのなんかランディングページっていうよりは、まあ、動画なら動画とかでページが分けられるといいなとかも思ってはいるんで、なんかその辺の企画とか要件定義とかはまた安名さんとかにもアドバイスいただきながら。AWS。AWS、ちょっと、AWS。このイメージはありますけれど。結構ね、どうだろう。何本ぐらいなんだろうな。ちょっとまあ、見積もりとか取ったことないからわからないですけどね。自分 AWS でやったとき、あれなんですよ。もう用語がわからないから。あるんですよ。AWS っていうのはクラウドのサーバーなんですよ。そういうことですね。これですね。そうです。そうです。そのクラウドのサーバー上で、接続して物を書いたりするって感じなんですけど、ただ、
あれですよね。自分が使ってるコードエディター的には、4ギガ以上のクラウドメモリがいるとかいうふざけたこと言ってるんで。結構条件厳しそああ、いいね。ああ、全然。機能で複雑で何を使うかによってもお金が結構変わってくるとか。ああですね。データベース入れたり、もろもろすると結構値段がかかってきますね。AWS は特に。う。ああ、そうなん企業とだ。かよくついてるんですけど、クラウドフレアページでも全然いいですね。確かに。あ、そ YS っさんちだったこんばんは。ら無料で、ありがとうござい無ます。料できますしね。クラウドファイヤーでしょう。クラウドファイヤー。クラウドフレアですね。フレア。クラウドフレア。クラウドフレアっていうやつに無料で公開できる仕組みがあって、あ、これ。これもサーバーなんですか？まあまあまあ、サーバーですね。サーバー的なものを貸してくれてるって感じですね、無料で。へえ、無料なんだ。まあ、月500円ぐらい課金すれば、なんかいろいろと他にも、なんか DDoS 対策やら、なんか動的ページっていう、あれですね、データベースから読んできてっていう、もっと難しいものができたりとかですね。へえ。へえ。まあ、なんかできるらしいですけどね。一部制約はあるものの。あ、そうなんですか。うん。らしいです。クラウドフレアは、あれですよね。コードを書くとかそういうものではないってことですよね。その後ですよね。そう、その後ですね。まあまあ、後でも全然、Google のやつもあったりとかあるんで、うん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 。後々次の配信でも決めた後でいいと思います。なるほど。まあ、ひとまずはちなみにこれ、サーバーの話、あそうですうん。サーバーの話じゃないんですけど、公開するってなったら、セキュリティというか、かけなきゃいけなくて、まあそこら辺は、まあなんかこちら側で頑張るんで、あ、側は。なんだっけ、あの、ウェブの、なんだっけ、セキュリティ、桜サーバーとあ、かでやってるはいはい。やつ。リードスですかね。いや、違うな。なんだっけ、えちょっと今、出てこなくなっちゃった。ちょっと待ってください。桜サーバえーっと、あれかな ー。?IP の絞ってるやつかな違いますね。違う。アクセスしたときに、このサイトが保護されてませんみたいに出ちゃうのを防ぐため。SSL ですね。そうそう、SSL だ。SSL は簡単です、あれは認証は。そういったのあの、必要になってきちゃうかなと。まあまあ、そこら辺はもうワンクリックで更新かけれるんで、大丈夫ですか？大体のやつは、かけてくれてるんですね。クラウドプレイヤーとか通せば、勝手にかけてくれますし、Google の。うんうんうん。うーん。そうです。個人情報とかを守ってくれるよと。まあ、なるほど。必須ですね。これやっはいはい。なんかてないと、たまに出ますね。あ出ないこういうポップアップ。そうです、そうです。出てきちゃうやつですね。ああ。よく見るやつだ。そうなんです。そうか。こういうのもまあ、仕込まなきゃいけないんですよね。ですね。結構細かい知識が。まあ、AI でそのものを作るというよりも、そういう細かい知識が必要になってきますね。ですねノーコードで書けるって言っても、こういう知識がやっぱ専門的にないと、やっぱ素人には難しいところがありますな。ですね。やっぱりうん難しいですね、そこら辺は。で作って公開するっていうとこまでを考えると、やっぱ裏側のセキュリティとかっていうのはちゃんと設定しなきゃダメだよっていうとこですよね。ですね。そうですね。いや、なんかこういう現実も知りながらやっていくのはいいと思いますよ。勉強になりますね。はい。ただ夢を見てるだけじゃダメだぞと。そうですね。あと、ワードプレスとかも使うかどうかっていう。ワードプレス。出た。ワードプレスね、みんなが使ってるから結構なセキュリティホールがあるんですよね、やっぱり。そうなんですね。そうなんですよ。なんか結構な、アラート鳴ってるし、PHP 使っても、アラートもあるんで。はいはいはい。まあ、書くならやっぱ JS あたりがいいのかな、リアクトネイティブ。
やコメントが今日のコメントはすごい専門的な言葉が多いな。まあ、ワードプレスっていうのは簡単にサーバーが作れるよと。ウェブサーバーが。うん。えーっと、まあ、よく管理画面とかで使われてるやつですね。ですね。そんなに専門的な知識がなくても、作れちゃうよみたいな感じ。まあ、全くなくても作れるわけじゃないんですけど、作りやすいよみたいな。うちの生態院のホームページはワードプレスですね。ああ、はいはい。じゃあ、そっちも書き。これも入れます？これは別に AI とかいうあれではないんですけど。ああ、サイトを作るならっていうところですね。そうです。簡単に入れるんでね。まあ、作るんだったらワードプレスは使わずってやった方が楽しいですからね。うん。まあ、そんなに大規模なうん。機能がつけるわけじゃないですしね。ですね。高弘さんが S3 ホスティングだと API キーとか認証情報隠せなくないですかね？認証情報。なんだっけな。どうやったら隠せたっけな。AWS は動画とか扱う場合は転送量とかも気にしないといけないし、そういう意味ではですね。クラウドフレア。確かに。そうですね。結構買いますからね。やっぱ動画は上げてほしいもんな、このポートフォリオサイトにみんなが作ったやつを。まあ、あれか、GitHub で連携かけれるから、そうなるとやっぱ、クラウドフレアがいいのかな。サーバーはサーバーは。クラウドフレアで、なんか GitHub に連携かけたら、そのメインの GitHub の方に上がると、自動的に、更新されるようになるんで。はいはい。ポートフォリオサイト制作プロジェクト。サーバアストロ JS か。ークラウド多分ね、フレア。どうなんだろう、アストロ JS。へえ、早いんだ。60? おうん。エマードさん、確かはじめまして。ありがとうございます。会員機能とか地味に結構大変な気がするので、掲示板的なので試運転がいい気がします。おー。確かにアストロいいな、このアストロ JS。会員機能大変なんだ。管理が大変ってことなのかな？そうですね。管理画面作って、いろいろと機能追加してあげないといけないんで。あ、そうなんですね。そうですね、そうですね。まあ、その会員を、バンできるようにするとか、うん機能を制限するとか、そういう、なんですかね、嵐対策みたいなことをやろうと思ったら、そういうのないと、どうしようもなくなるみたいな。そうですね。こっち、あそれは、なんか、うまいこと、クラウドフレア通してっていうんで、認証は作れるんで、うんうんうん。なるほど。あるんですよね、そういうやつが。通せんのかな。通せなかったら、まあ、頑張るわ。頑張ればいいんで。そこら辺も。頑張るわ。頑張ればいいんで、そこら辺も頑張って。あ、どんぶらこっこさん、こんばんは。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。新井健一郎さん、こんばんは。ありがとうございます。いきなり今回の趣旨から外れますが、ティアランキングよりも実際に簡単でもサイトを作る方が需要ありそうだけど、どうなんだろう。それは次回ですかね。まあティア表を作ること自体はぶっちゃけ目的ではなくて、僕がこういうポートフォリオサイトを作りたいなと思ってて、でこれを作っていくのに僕みたいな初心者が使うツール何がいいだろうっていうのを専門家の皆さんにこう教わってるって感じですかね。
認証を持たずに Google とか SNS の認可にした方がいいかもしれません。ほう。ひとまずアストロってやつを調べてみるか。アストロはあれですね。大元の、さっき言ってた Node.js とか、そこら辺のやつです。と同じものってちょことですか？っとした、それとは違うけど、なんていうんですかね。まあ、ちょっと近いもんというか、難しいな。なんて。まあ、サーバーを動かせるよと考えてもらったら、それだけあれば。サーバーを動かすもの。じゃあ今のところは触れなくていいですか？そうです。アストロ JS ってもので。まあ、それは後々何を作ろうっていう細かく決まってから選定するんで、皆さんで話し合って。あ、これ。まあまあ、メモ感覚で。はあ、こんなのあるんだ。すげえ。普通に生きてたら絶対に出会わない、こういうやつら。これそうっすよね、これっすよね。そうです。まあ、とにかく速度が速いんで。へえ。ただし、どれぐらいの CPU 使用率とかを見てって感じですね、本当に。まああんまりガチガチにこんなものは作れないですもんね。ですね。違った。開発、他に何がいるんですか？サーバーと開発ツールと、開発ツールイコールエディターみたいな感じですか？そうです、エディターで。イコールエディター。これ別？一緒っすか？まあ、一緒です。開発ツールは。あとは、あれか、マヌスとかがいいのかな。マヌス。一応開発できなくはないですね。あれで頑張ってちょっと01にして、それを、持ってって修正してってやれば、ほう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 。全然、ありっていう、全然綺麗なんで、あれ作るのが本当に。ほー。土台をマヌスで作って、で細かい仕様を作っていくのはこの開発ツール何にするかっていう感じですか？まあ、マヌスも選択肢としてあるよと。それは確かボルトニューとかでも、V0 でも作れるよと。だから、ティア表に入れるべきですね。なるほど。なるほど。ボルトはね一応入ってるんでマヌスを入れるってことか。そうです。マヌスは持ってたはずだな。えーっとなんか、コメント欄は宗教戦争みたいになってる。アストロよりリアクト。ホゲさんこんばんは。盛り上がってますよ。今日のテーマはなかなかレベルが高いし、でも知っといた方がいい感じのやつですね。ちょっと前回使ってたそのロゴの一覧を見せてもらってもいいですか？そこからなんか追加できるやつがないか考えた方がいい。確かに。なるほど。ロゴ一覧。そうですね、今、なんか見せていただいてた、アップのための画面というか。これ今出てます？まだ私の画面、来ました来ました。ちょっとラグがあんのかな。低遅延にしてるけど。配信は正直ラグはあるんでしょうがないかなと。最悪ディスコードで共有かけてね。やればいいんで。どれだろこれおすすめできないやつではあるけれど、パープレキシティで一応そのコードを書いてるみたいな人もいるっちゃいる。まあ、言っちゃいますね、確かに。なるほど。
パープレキシティで。あと、ジェーンスパークもマヌスと同じような形で使えるかもしれないですね。ですね。はいはいはい。フェローでガス書いてるっていう人は見るけどな。いけなくはないのか。フェローのインタラクティブページを転用するとかもありっすか？私、フェローユーザーじゃないんでわからないですけど、それは使える人が、そういう判断があれば。とりあえずパープレキシティとジェンスパーク入れてみます？そうですね。パープレキシティは D ランクになるんですけど、いや、そういうのでも配置しとくのは参考になりますよ。はい。ハウドフォント。ちなみに Google サイトってどうなんでしょうか？ Google サイトか。確かに簡単に作れますもんね。こんなもんすか？こんなもんで良さそうな気がしますね。一旦並べてるのがこれっすね、今。チャット GPT、クロード、ジェミニ、カーソル、クライン、レビン、レプリット、ウィンドサーフ、ボルト、ディファイはちょっと立ち位置違う気がするんだけど、V0、GitHub コパイロット、ローコード、マヌス、パープレキシティ、ジェンスパーク。一回これでもうちょっと、ですね。舐めて。ちょっとなんか、ボスが思うようにちょっと並べてもらって、ボスが並べちゃったらあれなのか。ユウさんが思うようにちょっと、一回並べてみてもらって、これは0を1にするって考えていいですかね、まずは。もうまっそうですさらまっさらスタートです。まっはいはい。さらスタートで僕が触る前提です。難しい。下からで S もいいですよ。が、下からか。下からだったら、デビン、ルーコード、デビンが下に来るんですか？あれは、1を2にするやつなんで。へえ、そういうことなんだ。デビン、ルーコード。ルーコード、あれですね。GitHub コパイロット、ギデビン、ディファイか。ディファイ。ディファイと、うん。と、えーっと、どうしようかな。一個上にカーソルと、ウィンドサーフ1個上にウィンドサーフ。と、ウィンドサーフと、クラインと、カーソルですね。おー。ほう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 。で、その上にチャット GPT とクロードを入れて、あとジェミニもか。はい。ジェミニ、ジェミニもう一個上でもいいな。マジで？いや、すごいんですよね。本当に。イメージ図与えるだけでも結構作ってくれるんで。へえ。で、マヌースどうしようかな。マヌースは A ぐらいにしとこうかな。マウス A。はい。どうしよう、難しい。ここから難しいんですよね。ボルトニューは一番上なんですよ。おー、ほう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 。確実に。で、リプリットと V0、難しい。リプリットは一応、開発環境って考えたらめちゃくちゃ優秀っすね。なんですよね。AI がついててっていうのもあって、うーん。
うしよう。パーフェクトとりあえず D に置いてもらって。ああ、そうですね。パワフルシテこれ B。パープレが ィ。B B で。すね。一番下です。あ D D。で、でどうしようか。リブリットは、リブリット、リブリット A かな。おボルトニューが S。S で、余ったのは、こいつもジェーンスパーク D だな。ジェーンスパーク D。 作る本じゃないんで。あんまり。ああ面白。あとは喧嘩です。もうこっから宗教の。ひとまず01開発ってなると V0 とボルトが S。 ただね、ウェブページなんで、これウェブ開発になるんでね。これ、ウェブ側で開発することになっちゃうんで、これって S につけてるやつ。はいはいあんまりね、なんていうんですかね、ローカル側で、やった方が、他の人としてもできやすいわけで、ここなんか違うよねっていうのが、あすぐ指摘できたり。あ共有したりとか。そうそうそう、そういうのがしやすいんで、なるほ V0 ボルトには、Firebase ねえじゃん。そういや。Firebase Firebase は、どうしよう。あいつ、いいけど S に行かないな。A だな。あっても。Firebase スタジオ。Firebase スタジオってやつです。そうです。一応何でも使えるんで。あれだと一応 GitHub に連携かけて、一応上げたりっていうのができるんで、結構。スタジオ。そうや、忘れてたわ。Discord に入るリンク作ってねえや。忘れてた。あれ有効期限リンク。6時間。はい。一般とか貼っときます。プログラゆうさんありがとうございます。ロゴがない。ロゴ。これでいいか。ロゴ。これ。いいロゴは。こっちがいいじゃん。貼り付けるね、CSV だから。今拾いましたよ。入りました。ひとまずこれで A Firebase。 Firebase。Discord コミュニティは多分、権限持ってる人しか URL 貼れないんでダメなんですよね。権限あれですね。多分、管理してる人しか URL 貼れないんですよね、YouTube って。ゆうさん貼れないですか？自分権限持ってますっけ ?YouTube の。あれ、私が貼ったやつ、もしかして見えてない。そう、多分普通のチャット、ダメだ。俺も貼れてねえわ、俺。僕が貼んないとダメ。そうです。そういうことか。そういうことですか。リンクどこに貼る？一般に貼ってます。これですね。これ毎回あれなんだよな。リンクをコピーがあるのか。でちょっと待ってくださいね。なるほど。そういうことなんですね、モデレーターじゃないと、見えないですよね。今貼りました。あんまり持つべきではないね。確かに。今 Discord コミュニティのリンクを貼ったので、ぜひ興味のある方はぜひぜひご参加ください。こういうことをやってます。こういうこと。雑確かに、ラバブル
ラバブル確かにあったな。こんなものもいたな。ラバブルどこだろラバブル。う。ラバブルっていうやつがあるんですけど。えーっとラバブルちょっと調べてますね。ごめんなさい、今日コメントがあんまり読めてなくて申し訳ないです。ランタンさんもありがとうございます。ランタンさんボイチャ入ってもらって全然大丈夫ですけど。全然誰でもわちゃわちゃしながら話すんで。わちゃわちゃ。わちゃわちゃ。ラバブル。ラバブルラバブルの通じは、書いてるかな、どっかに。ラあ、消えてる。LO だな。LOVA。あったわ。いっぱい入ってきた。ラバブル AI。ラバブル AI ってやつ。ああ。一旦ちょっとこれもね、確かに。ロゴ。難しい。ラバブルなんて聞いたことないよ。あるんですよね。これもウェブ上で開発する感じですか？コード書く感じ。あ、そうです。これもそうです。ああ、へえ、こんなの。ああ、そっか、確かに要件定義か。要件定義。それをゼロのところと考えると、確かに。はいはいはい。要件定義をゼロとすると。そう要件定義。どういうコードを書いてもらうかっていううんうん。のをまず書いてもらうんですけど、はいはいはい。そういうんだと確かに、けどね、チャット GPT クロードの方がうまいですね。やっぱ作るのは。見る感じ。ジェミニはうん。もう一個下だなっていう時がたまにある気がしますね。どうも、こんばんは。は、あ、ライジンマルさん、こんばんは。喋れます？あれですね。チャット GPT クロードを A に引き上げですかね。そしたら。じゃいや、まあ、一回これに関しては、その要件定義抜きでいいんじゃないですか。まあそうですね。要件定義入れるとややこしくなりますね。そうですね。そしたら他のやつもいっぱいちょっと考慮し直さなきゃいけないなってるから。じゃあ、はいはいここに要件定義なしって入れますね。はい。まあ確かに。なし。要件定義なし。要件定義って最初のなんか設計図というか企画書みたいなもんですよね。あ、そうです、そうです。設計者です。で設計書を書かせるんだったら、まあ、チャット GPT クロードから入るけど、もうコードを書くっていうことを前提にどれ選ぶかってことですね。そうです。あと、あれか。コーデックスはあっても D だな。コーデックス。コーデックス、昨日出たやつです。あれは見る感じ、修正に特化してるなって感じです。修正追加に。あはははチャット GPT のやつですね。あ、そうです。あれ結構ね、面白いんですけど、時間かかるなーって印象ですね、全体的に。なんか言ってることデビンと同じような感じだなって1から聞いてたんですけど。けどね、デビンの方が、やっぱ裏に多分クロード3.7が入ってるおかげで、コードが綺麗なんですよね、書かせるとな。るほど。何が何だか。はあ、これ AI のね、宗教派閥の話なんだから。宗教派閥。クロード派とチャット GPT 派と、はいはいはい。ジェミニ派の、なるほどなるほど。1、2にするんだったらあいつも入れてやったいな。えーっと、もう自分のね、問題。こいつ。
誰でも使ってねえけど、めちゃくちゃ強いやつ。どこだっけ。あれこんなもんこんなに少なくないよな。これはちょっと雑すぎますか？一から完成まで。ああ、確かに本質的な。複数の AI でね、確かに合わせ技でね、うまいこと、中性ジミに付け足しクロード、チャット GPT は、ちょっとした修正の聞いたり、あとこいつ入れてやってください。うちの子うちの子ジュニーを、ディスコードに貼ったんで、どこだ。ライブ雑談規制に貼ったんです。ああ、ライジマルさん喋れないんだ。そうか。画像保存。高弘さんもね、マイクつながってたら、あれ今画像保存したよな。あれかディスコード専用のとこ行こうかな。あ、こんばんは。こんばんは。直樹さん。直樹さんこんばんは。そうですね、こう。直樹さん、あ、かな。これか。この緑色のやつですね。そうです。ジュニジュニー。ジュ確かに最近、オーグメントコードも人気になってきたよな。あれですね。高弘さんが言ってるオーグメントコードもいりますね。あとは。オーグメントコード。どんな字ですか？チャットに書いてるやつですね。チャットに書いてる。ちょっと待ってくださいよ。コーデックスはオーグメントコードのリモートエージェントみたいなやつですよねって。まあそうですね、本当に。オーグメントコードっていうのも、その開あれですね、発ツール。そうです、クライン的な存在ですね。へえ。オーグメントコード。あ、こういうのあるのね。すげえいっぱいあるな。もうね、切りないですよ。きりないっすね。いや、勉強なるわ。もうなんか全然ね、チャットとかで言ってもらった方が思い出せるんでね。全然覚えてないや、自分は。すごい。みんな出てくるな。すごいっすね。でも本当申し訳ないです。コメント全然拾えてなくって。頑張って自分たちが拾います。ラジオ大好きさん的にはジェミニなんですね。チェーン、そうですね。そのサイト作るときにじゃあちょっと目がね、ラジオ大好きさんみたいにちょっと視覚障害がありますよとかっていう人でも使えたら、それはそれで素敵っすよね。そういう仕様が作れたら。なるほどな。なんだっけな。なんかあったよな。コーディングのアシストには最近のジェミニコードアシストが無料で使える、かなり使える印象です。おー、ジェミニコードアシストですか？あ僕も入れましたよ、VS コードに。ここに VS コードはいらない？さすがに。VS コードはどうせカーソルとかで使えるんで、プラグインいらないですか？とかが。単純なエディター機能ですもんね、あれは。そう、あれはエディター機能なんで、別にあって困るもんじゃないんで、やっぱ派生元なんで。ただ、うん、まあ混乱するんでやめときましょうか。やめときましょう。もしかしてこれ今僕2画面作ってるじゃないですか。01と、まあ、1から仮に完成までって入れてますけど、はい。01と1から2と2以降みたいな感じで分けていく方がいいってことですよね、本当は。
1から2はほぼ完成形みたいな感じですね。あ、じゃあ一旦これでいいですか？この2画面で。そうです。そうです、そうです。1から2っていう、1から0から1っていうのは、なんか土台的な部分を作るって感じですね。で、1から2はもうそのものをちょっともっと綺麗にしたり、機能を追加したりっていうところまでですね。でも全然やっぱ違うってことですよね。そうですね。でやっぱ不得意、得意分野がね、結構変わってくるんで。はいはいはい。ここが整理されるだけでも僕みたいな素人はめっちゃ勉強になりますよ。ですよね。全然話してませんよね。作る人の解説とか見てると。結構大切なんですけどね、こら辺。そうっすよね。YouTube とかでね、じゃあクロード使って開発みたいなのを言ってますけど、クロード1個で全部がいけるわけじゃないですもんね。できなくはないんだろうけどって感じですよね。そうです。現実の部分を今ここで晒してる感じですね。そうですね。ちょっとその01の方に戻るんですけど、私レプリットは A の先頭にあってもいいかなってちょっと思ってて、リピート。はいはいはい。なんでかっていうと、基本的に DB もサーバーも全部用意してくれるんで、そうですね。何も知らない人がまっさらな状態で、ノーコードだけで、知識なしでツール作ろうと思ったら、それが一番、簡単ではある。ただ、公開を考えるんだったら、レプリットのサーバー代とかに依存しちゃうんで、あくまで個人仕様か、なんていうんですかね、とりあえず立て付けかっていうので、開発環境で使うみたいなのがいいっていう。なんで、S ではないけど、A にはいてもいいのかなって思ってます。じゃあこうしましょうか。ですね。非エンジニアの素人が01を開発する。ここ大事。ここ大事。ってなるとレプリットが上がってくるってことですね。そうですね。マヌスもね、もうちょいジェミニの前ぐらいに置いても全然いいかな、ぐらい。ああ、ゼリーがそんなにこう、全部やってくれる感じではないんで、確かに。そうですね。A の最下位でいいと思います、ジェミニ自体は。そうですね。Firebase も作ってくれはしますね。はい。精度置いておいて。面白面白。いや AI 触ってるならね、せっかくなんだらプログラミングもやりたいなって思うのが佐賀じゃないですか。そうですね。そういう、なんかちょっと触ってみたい、公開は怖いけどみたいな人だったら、レブリットはすごくいいツールですね。ですね。非エンジニア。ある程度のちょっとパソコン触れるよ知識ぐらいで十分だと思いますけどね。そうですね、そうですね。俺 PC わかるぜぐらいでいたら、もう大体話しちゃうんで。いやウェブブラウジングができるぐらいでいいんじゃないですか。ウェブブラウザ、それ、どうだろう。そっか。その判定難しいな。ウェブブラウジングができる。だってワードとかエクセルが触れますってまた別スキルですもんね。そうですね。そうです。まだ別好きですね。えーっと。どこぐらいだろうな。長え入らなくなっちゃった。この条件は厳しいですか？全然いけると思いますけど、ただ1、2が難しいですね。1から完成の分が。どうしても、そう、コードを読めたりしないといけない部分が多くなっちゃうんで、その比率が。はい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 。作るとするとやっぱ01が、って感じですね。1にすると、もっと、なんていうんですかね、サーバーとか、もうセキュリティ部分、アルゴリズムの最適化とか、やっぱ本質的な部分を見ないといけない部分が多くなっちゃうんで。やっぱ01が難しいってことなんですね。そうです。作る
01はそう、もう普通にパッと作る、公開しないものっていう感じですね。ああ。1、2が、公開しないといけないって感じです。で、ここからがまたレベルが1段も2段も上がるよって感じですね。あ、そうです、そうです。個人で作るとしたら難しくなっちゃうね、と。ふんふん。じゃあ一旦01のこのティア表を固めますか？ですね。まだ下に3つ残ってますけど。ああ、そっか。ラバブルか。ラバブルは A かな。お、へえ。ジュニーは D でいいや。お前は、自分で出したのに。けど、難しい。ジュニー C かな。バイアス入りました。作りはするんですよ。ただし、ちっちゃいですよね。あー、Your Wear か。あったな。Your Wear も聞いたことある。Your Wear ありましたね。Your Wear か。あれは、リミックスだもんな。Your Wear。そう、Your Wear は、うーん、あれは A か B かなんだよな。そんなに、なんか見た目上しか作ってくれない気がするんだよな。これ。うんだから、あって B のトップか A の最下位あたりか、まあ、地味にいるからな。もし見た目しか作ってくれないんだったら、正直、チャット GPT 以下だ。まあ、なるほど。複数ページ一気に作ってくれたり、どういう雰囲気とか伝えたりできるんでね。ああ、なるほど、なるほど。こういう風にしてほしくてっていうのを、この込み込みで作れるっていうのがあるんで。Your Wear。これでいいか。これか。Your Wear B ですか？Your Wear B トップか A の最下位ぐらいですかね。でも結構高いんだ。いや、まあ、作ってくれますからね、ベースを。結構へえな。。なるほど。結構来た。あ、みやびさんもこんばんは。ありがとうございます。F シャープさんもこんばんは。ありがとうございます。今ですね、ちょっとおさらいというか、今どういう話をしてるかっていうと、素人の僕がこういう、コーポレートサイト、ポートフォリオサイトか、ポートフォリオサイトをゼロから開発をしますっていうので、じゃあどのツールを使ったらいいんだろうかっていうのを、おすすめティア表を選んでもらってる感じです。はい。で、公開までさせる前提です。ディスコードのコミュニティのみんなにいろいろ作品とか、なんですかね、画像作ったとか動画作ったとかっていうのをアップしてもらえるようなサイトを作ります。僕が。はい。どうもこんばんは。あ、おかえりなさいか。違う。はじめましてか。そうだ。え誰か来て、いなくなっちゃいました。まあ、あれかな。エージェントコードは、カーソルの1個下かな。カーソルの1個下、ここ。クラインもカーソルの1個下でいいと思う。だからエージェントコードの1個前かな。はい。で Windows サーフとカーソルの位置入れ替えですかね。おお、ほうほうほうほ強いんで、やっぱり、最近機能追加されて。う。なるほど。で、またあれですよね、来週かなんかにカーソルのなんかイベントあるんですよね。ですね、ありますね。あれでなんか大型発表されたらまた話が変わるかも。かも。かも。
固まってきました？こんな感じですか？異論を言ってもらったら、いや、私は知らないツール結構多いんで、特に今のところ異論が見当たらない。ライブ自分もをご覧になってそんなに、る皆さんはどうでしょ何 V0 ボルトニューの受けも、ああ、確かに。まあ、バックエンドはね、ドイツもそんなにいいものは作ってくれないんで、それはね、もう、って感じですね。あ、それやるんだったら、それは1、2に含めるべきじゃないかなとは思いますけどね。う？ V0 ボルトがウェブ上で書くから、これを書いたやつをローカルに入れて、であ、そうです。この続きを、 1から完成までに至るってことですよね。あ、そうです。まあでもその流れが素人的にはやりやすいってことですよね。そうです。V0 か。ポートフォリオ制作の過程がわからない。S や A の一つのツールで全て、いや、全てはできないですね。それを、一部できて、それを持ってきて機能追加してって感じですね。ちまちまと。うん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 。そう、見た目上的な部分を V0 ボルトニュー、リプリットとか、マヌスあたりで作っちゃって、それを持ってきて、まあ何かしらのツール。それをまた何かのツールを使ってもっと詳しく書いてやったりとかですね。あクロードコード。クロードコードは、まあ、確かに。それはプロに含めていいんじゃないですか。そうですね。そうですね。どれだっけな、これか。V0 ボルトが作ってくれるのはこの表面的なページだけってことですよね。そうです。まあ、表面的な部分も、ちょっとデータベースもなんか触れなくはないっぽいんですけど、あんまりね、質のいいとは言えないんで。うん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 。まあ慣れちゃっただけど、り、なんかデザインとか UI とかこだわらないんだったら、今これそうです。フェローのインタラクティブページなんですけど、はいはい。これもローカルにコピペして、あとは裏側の機能自分でこういうのつけるみたいなんでもいいってことですよね。そうです、そうです。慣れちゃえば。慣れちゃえば。そう、クロードコードとかは初心者にはお勧めできないんですよね。難しすぎて。ツールとしての扱いが。導入からして結構ハードル高いですね。ですね、あれ。なるほど。まあ、クロードの目玉の一つではありますけど、僕も何回かやろうとしたけど結局エラーだったんだよな。私も1週間ぐらいかかってなんとか入れられたって、非エンジニアの方だとちょっと、私も含めて結構苦労しますね。やつなさんで厳しいんだったら僕は絶対無理だな。そんなことないです、そんなことない。あれは、なんか、エラーの一部をコピペしてってね。そうですね。AI に作りつつローカルで動かした段階で、そうですね。高弘さんの言う通り、その通りです。うんうんうん。バックエンドあたりは Firebase は、なんかいいんですけど、0から1にするっていうところをやると、なんか他に見劣りしちゃうなーってことは結構ありますね。書かせてると。やっぱ、ベースがコード、ジェミニ2.5フラッシュなんで、無料で使って、まあ、2.5プロとか使えば結構変わったりするんですけど、API 代が結構かかるんで、あれって。そうですね。料金もまたね、気になるとこっすよね。確かに。そう、1、2がね、とんでもなく難しいんですよね。料金が全部
高かったり低かったり、質が高かったり低かったり。ひとまず表の部分、まあ、フロントっていうんですかね。そうですね、フロント見える部分ですね。は、まあ、V0 かボルトか。V0 カーボルとか、全然他のツール使って、なんかいいなってやつをまた持ってってっていうのもあれですけど、それを初心者におすすめできるかっていうと難しいですね。そうですね。僕がそれをできるのかってそういう。そうなんですよ。ボルトが一番上かな。V0 より。おー、マジか。厳しいんですよね。いや、無料回数制限がでかいんですよね、これ。ああ、そうなんだ。 V0、レプリット、どうだろう。そこ入れ替えちゃってもありだけど、こうします。 V0 の後ろにレプリット。あいや、リプリット前に出しちゃっていいな。V0 よく考えたら、むちゃくちゃ食うんですよ。回数制限的に。はい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 。だから V0 をもう後ろに持っていっちゃっていいかな。そんな感じかな。もへえ。う自分はもう他のね、人が聞いて、あの人が見て違和感があるかどうかっていうのを見ていただきたいけど、安田さんどうすか。あと雷神丸さんもぜひ雑談聞き戦の方にチャットでなんか声が出せないっぽいんで、そっちにご意見いただけると。ズナも入れておきましょうか。新しい方来てますね、チャットの方に。YouTube のチャットの方に。自分でちょっと方に、そう、リラー君って人。あ、リラくんさんこんばんは。いつもありがとうございます。今日はなかなか面白いですよ。そう、僕もボルトは使ったことないですね。V0 は本当出てきた当初は触ったんですけどね。なるほど。安田さんどうすか。はい。特に異論はないですね。ボルトニューを触ったことがないんでわからないですけど、私が使ってるのはボルト.DIY の方なんで。DIY。確かに DIY あってもいいな。違うんだそれ。ちょっと違いますね。ボルトニューよりも、触ったことないな、自分。DIY の方。DIY はカスタマイズしまくらないと多分、普通のサービスより劣るんですはいけど、はいはい。ただ、カスタムしまくれるっていうのが、AI とともにカスタムしまくれるっていうのが魅力で、うんうん例えば、うんうん。オープンマヌスを入れてみたりだとか、そういう感じですか。そうです。あと、ローカル LLM と連携してみたりとか、はい。で、無料で開発できるようにしますみたいな。ただそれ、あやっぱ両方起動してる関係で、容量食っちゃって、GPU とかの、メモリとかの容量も食っちゃうんで、ある程度スペックがないとできないみたいなところとかあったりするんですけど、そういうあ使い方もできますよみたいな。はいはい。構成これっていうんで、か。GitHub が出てきた。うん。そうです。多分、自分で構築しないといけないので、難易度、まあまあ高いかな。あ、そうですね。そういうことっすか。ボルト DIY って。本当に DIY なんですよ。ウェブの DIY みたいな感じで。めっちゃレベル高いじゃないですか。これは、ドッカーで叩けばいいとしても、難しいな、これ。これは厳しいでしょう、素人には。ですね。これは別に入れなかったんですけど、私。ですね。難しいな、これは。これ別に入れなくていいと思います。ボルトニューは、あれなんですね。ちょっと V0 に似た感じなんですよね。そうですね。見た感じですね。買ったことないんですよね、ニューの方は私。ニューは、まあまあ、本当にほとんどの、なんですかね、フロント的な部分に対応してて、で、無料枠でも結構作れやすいし、修正案できやすいし、うんうんうん。まあ、おすすめではありますね。数日間かかるとは思いますけど、そういう意無味だと、料枠だと。レブリットが一番かもしれないです。もしかしたら。レプリットか。はい。レブリット、何がいいかって私がやってるんですけど、バックエンドも普通に作ってくれるんですよね。はいはい。まあそうですね。はい。うん。作った後に、それとは別でバックエンド作ってってやって、で、
バックエンドの管理画面をまあ、何回もやり取り必要ですけど、作ってはいはい。くれるのがあったりするんで、まあ、初心者がノーコードで頑張るっていう意味だと、もしかしたらボルトより上かもしれない。ちょっと使ったことないからちょっと批判できなかったんですけど、まあ、わかりますよ。どうだろまあ、たう。だ、いい塩梅ですよね、本当に。そうですね。ただこちょっとっちはそこかうん。らかかるから、そこも確かに。含めて考えていただいてって感じですね。ですね。そもそも課金しないと AI 使えない、使わせてくれないんで、レプリット。そっか。無料枠がない。何本ぐらいですかね。じゃあ、20ドルだったかな、確か。同じか。ってことは。翻訳してくれない。なるほど。クローズ3.7と、おーか。うーん。うん、うん、うん、うん。まあまあ、ありじゃありか。課金前提。課金前提。課金前提ではあります。20ドル。ボルトは無料で、まあ、お試しができるよと。お試しで、結構、あれですね、毎日毎日、ちまちま作ってったりはい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 。できるんで、まあ難しいところですよね。結構、ああ、100万トだけどークン。100万トークンか。100万トークンか。うまくなったな。もっとでかかったんですけどね、前見たとき。これあれですかね、もあうボルトとレプリットを同順位ぐらいの。同順位で一回触ってみて最終決定するみたいな。うん。まあまあ、全然ありです。あ、でもレプリットなんか、が試せないのか。そうか。そそうですね。それ課金しないと試せないです。そうか。結局僕が触れるかどうかなんですよね。そうですね。はい。まあ、YouTube で N8N5 ドルで試せる。まあ、試せますね。確かに。無料で毎月5ドルぐらい払えばずっと使い放題はできますね。へえ。難しいですけどね。導入方法が。そうっすよね。N8N はどっちかというと AI のエージェントを作るっていう部分なんで。だからうんうんうん。今回とはティアは入んないかな。ディファイ入っちゃってるけど、同じぐらいなんで。まあ、こうやってちょっと外しましょうかね。うん。入っちゃっていいと思います。まあ一旦01はこれですかね。まあ一旦、これでいいですか。一旦これで 1からこの完成までの方を決めた上で01がまた変わるかもしれないとかはあるんじゃないですか。まあ、あるかもですね。じゃあ一旦 1から完成の方やってみましょうか。力完成。むしろここをえ分けなきゃいけないっていうのを僕は全然知らなかったというかイメージがなかったんで、ここ結構重要っすよ。そうなると、リプリットが A か B か。まず下から見ていくか。GitHub コパイロットが B ですね。おお、はい。 D の頭かな。あって。うん。で、ボルトニューも D ですね。おお、はいはいはい。ラバブルもそうですね。ラバブル、はい。で、1個上がって、ルーコード C。ルーコードが C。 はい。岩ウェアってどいつだっけ。 YourWare、 これちょっと待ってくださいね。もう、すぐわかんなくなるんですよね、多すぎて。岩ウェアは D ですね。D。
やめられていいです。うんうんチャット GPT とクロードジェミニは、どうしようかな。A を置きたいけど、まあ、他のツールあるから、に入っちゃってるから、まあ B あたりかな。この3つは。このうちは、そう、B かな。B の先頭はクロードですか？もう、うーん。まあそこでも、ら辺は、いいエンジニアっていう縛りがあるから、そうですね。チャット GPT の方がわかりやすいかな。そうですよね。そうなんクロだ。ード、拡張性高いから、非エンジニアレベルの人だと、従前に使えないっていう意味で、そう、言えば答えてくれるんですよ。クロードって何でもあるから。はい。ただ聞かないと教えてくれないんですよ。ああ、そういうことっすか。いや、聞けるレベルが自分にないとダメってことですよね。そうです。ああ、そうか。なんか来てる。クロード。実際には、そっか。有名どころとりあえず有名と同じところ。あー、今だとかマナスとかで試せるノーリスクで迷わず。確かに。そうですね。高弘さんに言う通り、そうです。で、クラインどうしようかな。うんうん。クライン B 戦闘でいいかな。クライン B 戦闘。そう、B 戦闘。これって0と1をした後に1から完成持っていく。そうです、そうです。つなぎやすさまあ確かにそう考慮。ですね。考慮しますね。ただまあ、投げやすさ。そうだけど、どうなんだろう。自分はそこまで詳しくないな。見ると。GitHub 使えば大抵投げやすい。そう。全部 GitHub につなげちゃえるんで。そう、そうですね。無料枠だとトークン制限でね。まあ他のツールにも入ってたりしちゃうんでね。もそうですね。別にパーソルでいいわけですしね。そう、数で聞けちゃいわけですし、しかもコード見てくれてるし。はい。まあ、クロードコードはさすがにカーソルだとできないと思いますけうど、ん。あれクローは別に、ドコード、そうですね。うん。クロードコードやる前提だったら、もっと上に行くけど、ちょっと専門的な知識がちょっと必要になってきちゃうみたいな部分で、こうぐらいが妥当かもしれないっていうのは確かにありますね。ですね。で、どうしようかな。昔、ウィンドサーフカーソルを A に持ってって、ウィンドサーフかカーソル。ウィンドサーフカーソル で、デプロイメンデプロイ、確かにデプロイメンが、あデプロイメン変わんのかな。まあまあ、あーデプロイ、デプロイメンまで考えると初心者できるのか。どう思います？いや、いや、私もそこまではうんわからないですね。そう、デプロイメンそんな違いがあるかっていうと、わかんないですね。デプロイしなくて逆に、も公開できるんですか？あの、うーん、うーん、うーん、まあ、やっちゃいけないみたいな、うん、そうですね。やっちゃいけないけど、できはする。そうですね。開発環境を公開するようなもんなんで、ですね。デプロイっていうのがですか？そうです。開発あ環境をと多分、公開する。本番反映みたいな意味です。えデプロイは本番反映みたいな意味で、はい。なんですかね、開発環境とか、まあ、
環境を分けるんですけど、基本的に開発って。はい開発環境とステージング環境と本番環境っていうのが、まあ、3つあるのが基本一般的なんですけど、はいその、開発環境で、まあ、いろいろ勝手にいじって、まあ、エラーとかバンバン出しまくってもいいみたいな感じで、はいはいはまあ、砂遊びみたいな感じで作っていくんですけど、いうんでそれで、ある程度、これで、とりあえず公開できるなみたいなところまで行ったら、うんそれを、ステージング環境っていう、本番環境の1個手前のところまではいアップして、はいで、それで、動きを、まあ、デバッグって、まあ、確認をして、はい問題ないねって言ったら、それを本番環境に反映するみたいなことを、まあ、企業ではよくやっているうん。んですけど、ほうほうほうほまあそれを、はい。まあ、それがデプロイみたいな感じです。本番、なんで、開発環境をそのまま見せちゃうっていうのは、エラーまみれのところに一般人を放り込むっていうことなんで、うへえそういうことそうです、そうです。それはやばくないですかそう、だって、あーできるやっちゃいけないっていうのはそういう意味です。多分デプロイのしやすさとかは別にないかな。どうせ手動で直しちゃうから、1、2って。それは、さっきその開発環境とステージ環境と本番環境って3つあるって言ったじゃないですか。はい。そのステージ環境の状態でももうユーザーは触れるんですか？他の人たちも。終わらせようと思えば。まあそうですね。URL 知ってれば。普通は触らせないです。普通は触らせない。そうです。なんていうか触らせないそう、触らせるとワンチャン、乗っ取られるとかあるんで、サーバー環境。そうです、そうです。そうですへえまあ、イメージとしては開発環境は本当にプログラマーとか、エンジニアとかしか触らない環境で、はいステージング環境っていうのはクライアントとかにこれで公開していいですかって見せて、うん OK をもらうための確認環境みたいなイメージです。あ、そうです、そうです。うーん。今回で、ま僕があ、はい。サイトを完成させてそのディスコードメンバーにみんなに使ってもらいたいって言ってるじゃないですか。はい。それは本番環境まで持っていくってことですよね。もちろん。そうですね。でもそれはデプロイをするっていうことではないんですか？デプロイしますけど、それは、なんていうんですかね、AI たちに関係があるかというと、ほとんど関係ないやつが多いって感じですね。もう全く別軸の話ってことですか？まあ別軸ではないんだけど、使えるやつが少ないって感じですね、本当に。そうですね。まあ、うんレブリットはレプロまでやってくれますけど、まあ、んちょっとそんなにお勧めできないんでね、そんなに完成度高くなかったり。AI にそこまでをやらせるのはクオリティも高くないしあんまり良くないかもっていうとこですね。そうです。それを切り離した上で AI を選んだ方がいいってことですね。そうですね。うん。じゃあそれはもう切り離して考えましょですね。はい、戻って、エージェントコードどこ難しい。エージェントコード、はいはい。全然大丈夫ですちょっとです画面を動かしちゃったです。どうしようかな。どう思いますエージェントコード。最近すぎてわかんないな、自分も。私触ったことないんでわかんないです。今日初めて知りました、エージェントコード。あるんですよね。なんか最近出てきて。MCP とかつなげれてって感じなんで、ただ性能がね、あんまりそんな長いこと使ってるわけじゃないから、カーソル後ろかな。ただ API が高いから B 後ろぐらいでもいいかもしれないな、一番。B 後ろ。じゃあ B後ろ。 B 後ろ。意外と高いんだな。聞いたことないけど意外と高いんだな。高弘さんもかなりお高そうでしたって言ってますね。高いんですよ。自分も一回使ってやめました。ちょっと高すぎて。そうなんだ。そう。あと、残った癖の強いやつら、どうしようか。噂のデビンが全然出てこないですけど。いや、デビン難しいんですよ、こいつ。扱いが。扱い難しいできるんですよ。いいけど。高いんですよ。なんせ。いいけど高いんですよ。めちゃめちゃよくって高くって素人が使うにはちょっとレベルが高いと。
あ、そうですね。まあでも最近安くなった安く使えるようになったらしくはあるんですけど、あ、まあ、500ドル入れなくてもよくはなったんですけど、時給1000円かかるには違いないんで、あいつが。ああ、そういう時ことです給1000円は高いな。まあ、動いてる時間ですけどね。動いてる時間が累計で1時間ぐらいになると1000円ぐらいかかるよと。うんうんなるうん高いな。までも性能はいいと。あ、そう、一番いいです、この中では。あ、そうな性んだ。能だけで言ったら、間もう、違いない。そうです。もう本当に、もう俺らには手がつけれねえって時に手つけるもんなんで。これは、へえ、そうっすか。もうアルゴリズムとか考えたり、データベース周りとか考えさせたりするときに、ぐらいかな。今、あ、でも切り札とりあえず なんです S にね。置いて、いくらです。そう。あ、そんなすごいんだ、デビンって。そうです。会社で使ってますからね。大手は。そうっすか。へえ。じゃあ最後の切り札。はい、がですわ。じゃあもうここに残しといていいんじゃないですか。最後もの切り札は残すと。う奥の手は奥にしまっておきましょ最後にう。はい。入れるか。スパベース。スパベース。スパベースどうしようかな。スパベース。マブさん、なんちゃってリプレイは Windows サーフ簡単だったなって言ってますね。そう、なんちゃってリプレイかな。だけど、なんか、インドサーフって、切れると追い課金しないといけないのがめんどくさいんですよね。うーん。なるほど。そう、その面でちょっと、ってなっちゃうんですよね。いいんだけど、カーソルと比べたとき、遅くなるけど使えるんだったら、カーソルの方がいいよねってなっちゃいますよね。自分の中では。今このタイミ見たなっちゃングでなんかすごく元も子もないこと言っちゃって申し訳ないんですけど、う。はい。これを機にカーソルの使い方を勉強したいからちょっとティア上げるとかはありっすか？ありです。全然勉強したいとかでも。ただ使い方はほぼ変わんないです。変わんない。変わんない。だから機能がちょっと減ってって感じですね。だからちょっと変わった機能がちょっとあったりとか。はあ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 。まあ癖があまあ、ると。ちょっと癖というか、なんていうんだ。そのコードによって書き方が違ったりっていうのがあったりしますね。へえ、そうなんだ。ややこしいな。うーん。V0 ボルトニュー。V0 は D だな。D。残った V0D で、リプリットはクラインの1個右かな？ 1 個右。クラインの1個右。1個右。あ、マジっすか。いや、もっと下げてもいいんですけど、やっぱ、あの環境下で GitHub に上げれてってあいうのがやっぱ強くて、そういうことですね。確かに。そう、機能面で結構強いんで、あれ。そうですね。確かに、いろんなところと連携簡単ですもんね、これ。そうなんですよね。あと、スパベースは、そうかな。B のクラインの1個右かな。あー、あー、スパベース。スパベースは赤いやつですね。これ。これがスパベースじゃねえわ。スパベース、データベースだわ。間違えた。いや、ファイアベース。頭おかしくない。ファイヤーベースだ。そう、似た名前が多すぎて。ファイヤーベースが、クラインの、1個右かな。クラインの1個右。おお。どうしようかな。これ、ルーコーですね。ルーコード。クラインの1個右なんで、B の2番目かな。おお。なるほど。どうしよ
S がいない。S デビになっちゃうんだけど高いんですよね。まあ、でも、いや性能的にはデビンが一番。そう、そう、程度デビンで、次自分の機の12なんですけど、どうなんだ。 12。ただ高いですよね、あいつも。何が高いって、エディター代プラスかかるんですよね、そいつに。へえ。なるほど。プラス、素人には触りにくいような気がするんですよね。ふんふんふん。ちょっと本質的なコードばっか書いちゃうんで、読めないと意味がないんで、うん。どうしようかな。こいつ。まあ、A の一番後ろかな。おおほうほうほYouTube に新しい方来てますね。ああ、そうですね。う。あ、マメタさんこんばんです。は。リプリットは個人的には A かな。そう、リビット、難しいですよね。そう、ここ結構確かに悩まされてますね。そう、クレジット制っていうのがちょっとね、そうですね。ただ、確かに、この中で唯一、一気通貫でゼロから完成までいけるツールがあるかって言われたら、レブリットぐらいしか思いつかないみたいな。ですね。あ、もうこいつ他は契約しとけばで。も、まあ困った時に助けてくれるかも。かも。あただ、やりとりが何回もめんどくさいとか、使ってると、今まで作ってたやつを一回崩してくるとかあったりするんで、あ、そうなんですよね。そう、えー触んなって言ってもね、触ってくるし。ただ、へえ。必ず取ってくれるんで、戻すのは簡単みたいなのがあった怖っ。りするし、GitHub と連携してるんで、GitHub から過去のバージョン呼び出すとかもすぐできるんで、まあそこまで困るかって言ったらそうじゃないんですけど、イライラはします。作ってて。規模が大きくなればなるほど、ちょっとお勧めしにくくなってくるんですけど、簡単なやつとか、初心者がみたいに考えるときは確かに そ A あってもいいかもしれないみたいなレベルです。う、どうなんほだ、リブリット。はい。うん、そうだな。A の一番後ろかに置いときますか。う。なるほど。そうですね。それでいい。そうですね。なるほど。そう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 。まあ、クレジットね、まあまあ、お金は考えないようにしましょう。もうデビンがいるんで、上に。まあデビンは奥の手だからもうあの、ノーカウントぐらいな感じで、そうですね。実質 A のこの4つってことですか？まあ、カーソルをもう一個左かな。あー一番上でもいい気がする。結局カーソル。あの、結局カーソル。あやっぱカーソルで基本的にはメインで動かして、そう、わかんなかったら、なんか Windows サーフとかにちょっと無料枠で聞いて、そうですね。ーうーん。で、それでも解決しなさそうなら一回リプリット持ってってっていう一手間加えて。あーはあはあはあ。まあカーソルは使ってる人が多いから情報も取りやすいですもんね。ですね。そう、使ってる人が多ければね。素人的にはそこも結構大きいですよね。そうそうそう。UI も安いですからね。プラグインとかの互換性も高いですし、VS コードの、うんうんうんちょっと改変されたモデルなんで。うん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 。カーソルですか？素人じゃないってで考えるんだったら、レプリッうん。トで、ある程度のやつ作った後に、クロードコードで裏側でどんどんガシガシ進めて、そうなんですよね。GitHub で連携しちゃうっていうのが一番お金がかからない感じでいける。でも確かにそうです。その設定が素人には無理ってことですもんね。そうですね、そうですね。しかもお金かからないとは言っても、クロードマックスは契約しておいた方がいいみたいなところがあったりするああ、んで、ですね。ああ、はい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 。なるほどなるほど。ただ他のやつはこう重量課金というか API を使うのとそんな大して変わらないぐらいな感じでお金持ってかれるんで、うんうん。まあ、うん。定量で使えるクロードマックスは、結果として安くなる可能性があるみたいな、そんな雰囲気で考えてもらったらいいです。うんですね。うーん。うんうん。まあ、そういう選択肢もあるよと。そう。あとコーデックス入れてきます。コーデックス。あ
コーデックス、昨日出たコーデックス。あと GPT の。そう、あれ見見る感じは、性能面で言うと、カーソル1個下か、ウィンドサークル、やけど、難しいな。リブリットぐらいかな。リブリットより1個ちょっと上ぐらいかコーデックス。な。モデルが限られちゃうんでね、あれは。まあ、しかもそれはあれ使わないといけないですからね。今のところそう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 。一番高いやつ使わないといけないんで。そう。それも考えると、ちょっと、って感じですね。そうですね。まあ、25ドル払えば一応できなくはないですけどね。うん会社のやつにすればいいんで。はい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 。なるほど確かに。誰かと2人で25ドル分のやつやりたいって人とやればいいんで。オープンなるほどそれ AI 賢いコーデックス。クロードからカーソルに変えれます。いい情報ありがとうございます。まあそうですね。ただ、カーソルもやっぱクレジット制なんで、クレジット超えると追い課金するか無料のモデルを使うかっていう選択肢になっちゃいますね。うんうんうんああ、そうですね。ジェミニの、0506、一番いいですね。性能的にも値段的にも安いですし。うん。API ですね。うん。お、ダブリグさんこんばんは。いつもありがとうございます。簡単な LP 作る程度のデプロイなら、バーセルあ、バーセルか。バーセルで GitHub を連携させれば無料枠で一般公開は十分可能ですよ。リプリットやバーセル。ボルトでデプロイすると無料枠だと無理かも。あったな。じゃな。バーセル。バーセル使ったことない。見てきました。バーセル。ちょっと調べてみてほしいです。バーセル。はい。俺入ってたっけな、入れただけで使ってないけど。入ってないわ。えー、運送量100ギガ。サーバーレスアーキテクチャの採用。確かに相性はいいのか、クラウドフレアと。これバーセル。バーセル、そうです。いろいろあるな。すしかもげえいっお金がぱいある。結構バーセル無料枠。はいはい。バーセルと GitHub 連携させるとリポジトが更新されたら勝手に、あれか。はいはいはい。これあれか。静的ページか。静的ページは、永久無料。でもどうな、ゆうさん、静的ページって、一般の方は聞くと、すいません。思われちゃうから、はい、変わらないページ。そうですね。見た目が変わらないページですね。JavaScript とか、そういうガチャガチャ動くものが入ってないページですね。だと、性能のせいで静的なページっていうふうに言いますよと。ですね。こういうなんかなみなみ動いてないってことですよね。もうそのままってことですよね。そうです。まあまあ、そうですね。うん。いやでこういうそうだ、これ。動いてるのは動的ページってことですよね。はい。まあ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 、そうですね。イメージとしては。ざっくりとなるほど。ざっくりと。けど無料枠で結構いけるのか。えデータ低損量100ギガが結構厳しいかもな、けど。はいはい。いろいろありすぎて大変。まあまあまあ。まあ、クラウドフレアもありますからね。日本のリージョンは世界に置いてるんで。リージョンってアンテナみたいなやつですか？そうです。アンテナです。うん。拡散するアンテナが各地にいっぱいあるよと。はいはいはい。だから接続早いよと。なんか、あの、ボスは最終的に何をされたいのでしょうかって来てますよ。僕はですね、えっとこういう感じのポートフォリオサイトを作りたいんですよ。
でこれをゼロから作って、で公開まで持っていって、ディスコードメンバーの人たちが、画像とか動画作りましたとか作曲しましたとかっていう作品をここにみんなが投稿できるようなポートフォリオサイトを作りたいです。はい、そこが目標です。生体アプリは作んないですね。まだっていうか。どうしようかな。ティア表を埋めてからでいいですね、これいつ。できればこうやってページが分かれるようにはしたいですね。ただこれなんか押したらさーって下に下がるだけっていうよりはページは分けたいなとは思ってはいます。まずはここからです。なんせ素人なんで。サーバー選択はもうみんなでわちゃわちゃ話し合うんで、こちら辺で。はい。どうします？固めます？あります。いや、なんか聞いても。異論がないんで、視聴者の方にちょっと聞いていただいて。皆さんどうでしょうか？この右側の方の1から完成までのツールの方ですね。こっち側。トップがデビンなんですけど、デビンはもう奥の手として使う感じなんで、最初からは出さないですね。あれだ。で実質 A が候補みたいな感じ。GitHub コパイロット無料でむっちゃ使えるから上に持ってきてもいいな。GitHub コパイロット。どうしますこれ。すごい多いんですよね。マイクロソフトなんで、バックが。10ドルでかなりの量を作れるけど、エージェントコードより1個上かなぐらいであって。エージェントコード。エージェントコードの1個下。B の一番後ろ。B じゃなくて、あれです。そこでいいや。そうです。結局カーソルかって感じもしますけどね。そうなりますね。やっぱみんながいいって言ってる理由があるってことっすよね。そうですね。ユーザーが多いってことはやっぱそれだけいいんだよな。右のティア表はエンジニア向けでも同じ感じになりそうですかっていうのが来てますよ。同じ感じ。いや、でも、エンジニア向けだったらクロードとかは上に行きたいとかします。もうそうですね。もう全部変わりますね。はい、全部変わる。もうジュニーが S のトップにいてもおかしくないんで、自分的には。なんでかっていうと、コード読めちゃうんでね。コードを読めちゃう。そう、コードを自分で読めるんだったら、もう、わかりやすくて、デビンのようなエラーのなさも兼ね備えつつ、値段も良心的と。逆転としては、ジェットブレインズっていう、限られた環境でしか動かないっていう、あれですね。VS コード的なものが有料であるんですけど、その中でしか動かないんで。あくまでも自分自身がコードを読める前提ってことですよね。そうです。本当に、はい。あとこのエンジニア向けで考えちゃうと、それぞれの宗教というか、ですね。ありますね。チャット GPT 宗教、クロード宗教。そうです。もう私なんてクロード宗教にどっぷりなんで、クロード S で入ってきちゃいますし。なんですね。全然 S でいいと思いますよ。クロード。そうっすよね。ちょっとなんで、そっちやったら収集つかない可能性があるなっていう。エンジニアって言っても深さもありますからね、そうですね。理解の深さが深ければ深いほど、カーソルをどこに置くかっていうのが難しくなりますね。はい。
この前見せてもらったエンジニアさんでもいろんなこう区分けがあるんですもんね。あ、そうです、そうで役す。割分けが。そう。確かに確かに。ありますし、結構そのエンジニアさんのレベルみたいなのもあったりして、深い人はもう本当にすごい深いところまでいけるんで、そうすると私たちだともう到底太刀打ちできないみたいな知識量でできるんで、もしかしたらさっき言ってたボルト .diy が1位に来るかもしれないですよ。そうガシガシやってて最強になりましたっていう。なるまあほどまあ、なくはないですね。できる人はできるんで。最強のものを構築しましたっていう。私が一回挑戦しようとして挫折したやつに、そのボルト .diy と、あの、えっと、ジェミニコードっていう、はい Google を辞めた人が、エージェント、ジェミニをエージェントで使えるようにしたっていう、まあ、はい個人で開発したやつっていうのがあって、はいプラス、クロードの MCP 連携とかで、全部連携させて、はいほぼほぼ無料で、その Bolt.diy のところで動かしてみたいなこともできそうだなみたいな感じで思って挑戦したんですけど、ちょっと無理だったんですけど、そういうのももしかしたら最高レベルの人だったらできちゃうかもしれないみたいな。ですね。プロンプトいじればいくらでもね、性能の対へえ応あるんでね。はい、理屈としてはいけるんだ。そんなそうですねことが。エージェントトゥエージェントで動かすとか全然でき、まあ、っていうか Google はそれそもそもやろうとしてるんで、そういうことですね。か。そうですね。API さえあれば、ネットのドイツとドイツを組み合わせて最強のコードを作るみたいな。全然できます、できます。へえもうそこまでいっちゃうと次元が違いますもんね。そうなんですよですね。だからちょっと、レベルあるんで、やっぱちょっとエンジニアさん向けみたいな感じにしちゃうと、ちょっと宗教戦争が勃発するっていうのは、ちょっと手を出さない方がいいんじゃないかなとは思いますね。まあ一応この場ではあくまでも僕が触ってそポートフォリオサイトを作れるようになるっていうところですからね。そうですね、そうですそうですね。ってなるとカーソルか。そうあですね。 1、2でエージェントモードで作ったりするよりも、ところどころチャット GPT クロード。まあそうですね。確かにそう。話聞いてると AI がこれだけあっても住み分けが、ありますね、ちゃんと。この企業はこういうのに特化してるんだなっていうのはよくわかりますね、ホームページ見てると。まあ、最悪カーソルってあれですよね。チャット GPT のデスクトップアプリと連携できるからちょっと聞くとかはできますもんね。ですね、チャットクロードのやつといけたりしますよね。そうっすよね。MCP つなげば、見たりもできますし。カーソルとクロードのデスクトップって MCP 連携できましたっけ？メモリーっていう MCP があって、それを使えば、聞いたことをそのまま移したりはできるんですよね。マジ？ちょっと貼っときますね、後で、まあそれは。だったらもうカーソルでいいんじゃないですか。いや、感想でいいと思います。なるほど。じゃあひとまずサーバーはクラウドフレアクラウドフレア、でやっていくと、安心ですかね。月課金なんであっても、重課金は存在しないんで、カーソルの何がいて DDoS 対策してくれるんで、こいつは。で01はまあボルト入荷リプリットで1から2、まあ1から2っていうか1から完成か。完成はカーソルでクロード MCP とかチャット GPT デスクトップでサポート。まあ課金はしますけどね、カーソルもね。ですね。そうですね。
で必要な知識としては、まあ、Git とか GitHub はまずちょっと知っとかないとダメだよなと。そうですね。ああとは、まあ、でカーソルのサーバー系を覚えると、まあいいか。サーバー系覚えなくていいや、あれは。カーソルの基本操作は絶対いるよと。はい。基本操作はいるよと。なんか触れば、まあ、触れます程度で、自分が。あとは要件定義。要件定義は、チャット GPT、クロード、ジェミニまあ、好きなように、そうです。クラウドフレアワークスです。うんうん。まあ要件定義とはっていうぐらいは知っとかないとですね。です。そうですね。まあ、調べたら出てきますけどね。チャット GPT、クロードなどで作成。はい。こんなもん。そんなもんです。高弘さんからなんか質問来てますね。クラウドフレア。フレアワーク。そうです。クラウドフレアワークスを買おうかなって思ってますね。はいはいはい。このサーバーっすか？そうです。一部、まあまあ、いやーまあ、安いんでね。あっても課金は5ドルプラス、決まっとした料金なんで。うん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 。まあそれぐらいだったら広告収入で賄えるんで大丈夫です。ですね。広告、ページにも置けばいいんでね、広告を。じゃなくてガッと。僕の YouTube の、それもありますけど。はい、ちょっとでももうサーバー代をね、安くするんだったら、そのページに対して1個2個だけ置いてやってればいいんで。そういうのでもあるんですか？あります。へえ。すげえざっくりさせるとこんな感じですか？必要なものと知そうです。識と。まあ、そうですね。うん、なんかどこまで必要な知識に言及するかによりますけど、ですね。あとはまあ、公開する知識なんですけど、それをやろうとするととんでもないんで、知ってる人に任せようって感じなんで、これは。うん。うん。ね、そうですね。サンマ初心者が触るとサーバーぶっ壊しかねないんで。へえ。まあこの辺はなんすかね、僕はね、そのゆうゆさんとか高弘さんとか安名さんにいろいろ聞けるから条件としてはかなり有利じゃないですか。ですね。でも他の方たちが実際に自分らもやってみようってなった時に聞ける相手がいるかどうかっていうのもありますもんね。で、うん。まあ、でも、なんか、うん、いや、まあ、ここでこう、なんかやり取りしたこととかがあれば、そこを、なんですかね、足がかりにして AI に聞いてもらえれば、まあ、まあ、いけるか確かに。もしれない。できれば制作過程はもう逐一動画で記録として残しておきたいなと思ってるんですけどね。うん。まあ、公開しちゃいけないデータとかもあったりするんで、それは、ちょっと気をつけつつって感じもちろんもちではあると思います。ろんもちろんもちろん、はい。だけどなんかパスワードが映ってるとかなんか機密情報の部分はもちろん隠したりとかそこはカットしたりはしますけど、そうですね。うん、できるだけ僕でも作れるんだっていうのを見てもらって皆さんもチャレンジしてもらえたら嬉しいし、そうですうん。なんか来てる。オンタイムで向き合うので、エディター型タスクにお任せでビン。全部任せた自走型のコライン、ルーコードかな。まあ、確かにそうですね。やっぱそこで住み分けがあるんですね。ありますね。うんうんうん。でも一旦はこれでいこうかな。ですね。はい。そうですね。ボルトでフロント作ってでカーソルに投げてこちょこちょ動かしてでどこかのタイミングでリプリットにこう追加課金してお願いするかもみたいなですね。感じかな。あとあれか。まあいいや。これは01では関係ないからいいや。
なんかある、なん一かあるんですか？から完成の時、一から完成の時は、クラウドフレアの制約を考えながら作んないといけないんで、あ、これのっすか？あ、そうです。一部制約があるんで、動く動かない機能があったり、んで、まあ、それをなんていうんですかね。作る際に、クラウドフレアのページ図で、使います、みたいなことを先に言っとかないとですかもですね。はい、全へえ。部の最初に。クラウクラウドフレアのページで動かす前提それでですね。そこだけ。構築。こんな感じで。いやー、整いましたね。そうですね。あの、ティア表は、はい。そうですね。部屋表はもうこれでいいんじゃないこれですか。で固定しておきますか。はい。やっとスタートラインに立つ準備ができました。まあそういうことっすよね。まあ、ここからが長いですけどね。そう、スタートラインに立つ準備ができたんですよね。スタートラインに立つと、うんそこからゴールはとっても長い、終わりの見えない戦いが始まるんで。拍手してくれてますね。パチパチパチって。ありがとうおめございます。でとうって。リラ君さんあり君もエンがとうございます。ジニアの仲間入りだって。だからあれですよね、マラソン大会にエントリーしましたみたいな感じですよね。あ、そうです。こっからあまあちょっと走る練習しつつ本番を走り始めたらゴールが見えないっていうあ、そうです。そうですね。地上を獄目指しのマラソン。続けないと。まず要件定義からしてどこまでやるのかみたいな話がですね。出てきますね。あ要件定義。いろいろ要件定義というか、まあその設計段階でも種類があって、その大体画面はこういう感じで作るみたいなところから、どういうターゲットでとかっていう、そういうなんですかね、何をはいはいはい。目的としてみたいな、そういうコンセプトみたいな、どういう機能があってほしいかみたいなのを考えるだったりとか、あと、まあ本当に設計っていうと、こう DB の設計とかうも考えんなきゃいけないみたいな、まあそれは普通、一般的にはプログラマーさんとかはそれをやっていただくんですけど、うんうまあ、ん。でも AI 使う場合はちょっとそこまでガチガチにやっても従ってくれなかったりするんで、ああですね。もう本当にフロントだけを作らせて、もうボルト入かリプリッターあたりで、で、バックエンドあたりも手動で、もうちまちまアップデート型でやった方がいいんじゃないかなと思いますね。うんうんそうですね。うんうん。一時的には。そそういえば DB の種類は何を使うとかって、このクラウドプレイヤーの中に入ってたりとかするんですか？う。クラウドフレアは、一応動かせるんで、はい。もしくはスパベースか MongoDB か、まあまあ、お好きな宗教に従います、私は。そういうのももう決めていかなきゃいけないですね。そうです。NoSQL を使うのか、SQL を使うのか、ですね。あるんですよね。そういう、プログラミング的なう部分ん。が。ね。まあ、あと完成度どのぐらいを目指すかですよね。ちょっと、安全性とかも含めて、ですね。確かに確かに。はい。絶対、手動で、コードで上げる形ならログイン系は作んないでって感じでやれば、うん。いいんじゃないかな。まあ、そのログイン系作らないんだったら、別にその管理とかもなくなるんで、ですね。まあ、ちょっと嵐対策とかできなくなりますけど、あの、一応そうですね。管理画面もいらないから、サクッと作れたりとかしますよね。既存の AI だけで。そうです。まあ、管理は GitHub 上でやっちゃえばいいんでね、代々できちゃうんで。そうですね。うん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 。全然分かってないけどうなずきました。まこれはね、噛み砕けない話なんで。まあやりながら覚えつつ記録にも残しつつ。そうです。そうですね。ちょっとどっか一回、会議をやった方がいいかもしれないですね。要件定義のための、どああこをどれぐらいやるかみたいなのは。必要っすね。はい。
あと個人的には僕いつも日本語テキストのその生成のなんていうんですか検証っていうかそれぞれのモデルの癖とかを、検証したり測ってたりしたんで、なんか初めてプログラミングをするモデルとしてその辺がなんか測れるから楽しみなんですよね。ああ、確かに。はい。高弘さんが言ってるやり方いいかもしれないですね。ですね。一回、機能サクッと作っちゃって、管理画面は後で作り直してみてる。ああですね。管理、管理画面は、まあ、わかるようになってからでいいと思うんでね。作るとしても。なるほど。そうですね。だからその制作手順もどっから作り始めるかとかで変わってくるってことですよね。そうですね。はい。言語選定。いや、悩ましい。最後残された。はああ、どうしましょう。自分ははい。ちょっとそれは一回後にしてああ、またいろいろ考えなきゃいけないことが出てくると思うんで。ああですね。はい。一回設計してからでいいかな。ライブラリー関係の組み合わせとかがあるんで、そういうのあるんだ。あるんですよ。多分今、ライブラリーって何なのって思ってる人とかも結構ああ、いるライブラリーは、なんて言うんだろう。おもちゃ箱があって、その中に新しいおもちゃを突っ込むと考えてもらったら、まあまあまあ、そうですね。プログラムでツールを作って、そのツールを、なんか、あの、なんですか、公開してくれてるみたいな感じですよね。そうです、そうです。ツールを、呼び出して、はあ、誰でも簡単に使えるようにするよみたいな。うーん。無あ料で使えますよみたいなのが、そうそう基本無料で使えますよみたいなのが、そうそのライブラリーですね。なんかレゴブロックに新しい、こういうレゴブロックあったらいいよね、みたいなレゴブロックが追加されてるみたいな感じなんで。うん。ピンタレストみたいなイメージ。インタレスト使ったことないからわかんないな。これわかんないですね、私も。あ、そうですね。MCP 的な感じですね。確かに。それが確かに確かに。MCB みたいな感じ。MCP だったら、なんかウェブ検索ができるようになったりとか、ファイルをいじれるようになったりとか、ああ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 。あんな感じのができるよと考えてもらったらいいです。そういうのが大雑把に。自分で追加したりとか付与したりできるようになるってことですか。いや、そうです、そうです。あ基本的にその誰かが作って公開してくれてるやつがあるんで、それを使うと、例えば、なんですかね、例えばカレンダーを使って、あの、日付を自動入力したいみたいな時とかに、そのカレンダーの機能を公開してくれてるライブラリーみたいなのがあるんですけど、うんうんうん。それを選択して使うことによって、自分でカレンダーってこういう機能だよねみたいな、一から全部作らなくても、誰かが作ってくれてるそのカレンダーのやつ使えばいいから、すごい楽にカレンダーの機能が作れますよみたいな、そういうので使うのですね、ライブラリーっていうのは。うーん。確かに確かに、プラグインみたいなもんですね。プラグインですね。ああ、プラグインか。ああ、なるほど。そういうことか。プラ、プラグイン通じんだ。か。うん、うん、うん、うん。僕はプラグインでしっくりきました。プラグインと MCP でしっくりきた。はい。ちょっとそういうの、ただそれも言語によって使える、使えないとか、用意してくれてるやつとか、用意してくれてないやつみたいなのがあったりするし、あの、一口にカレンダーって言っても、いろいろカレンダーにも種類がありまして、うん、うん。なんですかね、カレンダーのやつをポチッと押したときに、YYMMDD っていうふうに、日付のことを表現したりとかするんですああ、はいけど、はいはいはい。でスラッシュが入ってるパターン、入ってないパターン、あとなんか点々で表示されてるパターンとかなんかいろいろ種類ありますし、ああ、例え確かに。ばこう、なんていうんですかね、その月しか動かさないとか、うんうん。年をまたいで動かせるとか、ああとあ、はいなんですかね、はいはい。エンターを押したときにその時のデフォルトのやつが入ってくれる、入ってくれないみたいな、なんかなんていうんですかね、作ってくれた人のその設計思想によっていろいろと、機能のどういうのが入ってるかとか変わってきて、一応いじれるんですけど、
そういうふうに、はあ、確かに確なんか、かに。順なんで番とかも自分が違いますもんね。年が後ろにある場合とかもありますもんね。そうです、そうです、そうです。見たはい。目とかも違ってくるんで、気に入るやつがそこに入ってるかどうかっていうのは、よく使われてる、言語とかだと、そういうのが豊富にいろんな種類あったりとかするんですけど、マイナーな言語とかだとあんまりないみたいなのとかもあったりするんで、ああ、そういうことか。そうです、そうです。毎週繰り返しとかができるできないとかも微妙な設計なんですね。そうですね。まあまあ、そうです。一つの機能についてもいろんな種類があるんで、使えるライブラリー、使えないライブラリーとか、はい。自分が気に入るやつ、今回の機能に合うライブラリーなのかどうかみたいなのも、いろいろと考えておいた方が、まあ、いいだろうなみたいなところで、ゆうさんはちょっと、どうしようかなってなってたっていううんうん。感じです。そうです、そうです。そっか。もう作り始める前からもうそこまでをイメージしとかなきゃいけないのか。まあ、簡単に行くんだったらそこまでじゃないですけど、ちょっと、やっぱりウェブで公開してるものなんで、ちょっとそこら辺まで考えちゃったっていうくらいな感じです。ああ、そう。なるほどな。そうです、そうです。いや、世の中に公開されてるこうなんかウェブサイトとかツールとかすごいっすね。そうです。すごいっすね。なんか自分たち何にも感じずに普通に使ってますけど、こんな大変なんだって作り始めてもないのに今感じてますもん。まあまあ、でも、確かにちょっとコメントではありますけど、要件定義やってから、そこら辺、何が必要なのかを決めていく感じになるんで、はい。やっぱ要件定義の解除やってからですかね、決めああ、ね。られるのは。うわーすげえわー。ちょっと要件定義の作戦会議やりましょそうですね。どっかでちょっとう。うん。やりますか。ぜひ。ゆうさん、はい。ゆうさんが、なんか今度、うん。誰かに教えるみたいな、ああ、GitHub。そうです、そうです。その後にでも、あ、そうちょっとですね。参加させてもらって、そこで作戦会議みんなでするみたいなのもありですけど、あ、ですね。あ、ゆうさんの Git 勉強会の後。そうですね。どうしようかな。土日あたりにした方がいいかな。これは。そうですね。人集まりやすいのは土曜日だと思いますね。日曜日はちょです。っと僕お休みですし、はいはい。了解です。土曜日の6時、10時に午後の、まあ、それは、様子見つそうですね。つ、皆さんの予定を。うんうんうはい。で、ん。その流れでライブ配信も、こういうとこ決まりましたみたいな発信するんだったら、ボスも記憶が、新鮮なままでいけるんで、確かに。そういうのでいいかもしれないですね。個人的には31がいいんだよな。31日、1全然、日、私も問題ないですね。まあ、なんか入れてってもらえて、あと2日あるんで、ぜひ、入った方も GitHub 学びたかったら、来てもらったら、手厚く教えるんで、その日は。ぜひ。僕24ぜひぜ日ひ。あれなんですよね。ちょっと夜出ちゃうんでライブもできないんですよ。あら、そうなんですね。そうなんです。来週のライブ配信はお休みです。了解です。まあその代わりなんか平日でポツッとやりたいなとも思ってはいるんですけど、うんうん。やっぱねライブ配信2週間空いちゃうともう喋りたくてうずうずしちゃうんですよね。やばいっす、もう中毒っすよ。楽しいですもんね。らしいですね。めっちゃ楽しいっすよ。コミュニケーション取れるのめっちゃ面白いです。もう今回全然コメント読んでないですけどね、もうほんと申し訳ないですけど、それで頑張っもて拾ってみますけど、そうですね、拾ってくださってありがとうございます。ダメですね。あんまり話しながらはできないですね。自分には。ほとんどコメント拾ってないですけど、途切れることなくずっとコメント入ってますからね、すごいな。ですね。ほんと皆さんありがとうございます。じゃあ旦は一旦はこれだな。そうですね。はい。
まあ、変更があればもちろん報告はしますけど、まあ、サーバーはクラウドフレアを使う前提で、01のフロントはボルトを使って、これ I になってるな。ウィット。ボルトニューを使って、でその後はカーソルに移してカーソルで、更新していくと。そうですね。で、困ったら、もしかしたら、デビューをかもしれないっていう。まあデビン召喚するかしないかっていう。デビに召喚するとしても、こっちのやつでやるんで。ああ、なるほど、なるほど。あのゆうさん契約してるんですか？お金入ってます。23ドルぐらい今。了解です、了解です。で、まあそこでもう自分で触っとかないんで、そういう系は多分。そうですね。もしくはもう知識を借りつつやるんで、どうせ。でまあ開発を進めつつ、まあ、Git とか GitHub とかカーソルの基本操作とかを学びつつ、またサイトをどのクオリティにしていくかっていうのは、まあ、要件定義含めて作戦会議をしてっていう風に、まあ、やりながら覚えていくっすね、やっぱね。そうですね。はい。でもう大前提に僕は他の方たちよりも圧倒的に有利なんですよね。ゆうゆさんも安田さんもいるし、ですね。はい。ちゃんと発信してるんで、はいチャットとかでね、ライブで、これわかんないんだけどって聞いたら多分、答えてくれるような方は多分、見る感じ5、6人はいらっしゃるんで。めちゃくちゃいますからね。僕はもう圧倒的に有利な条件で進めるので、はい。そこだけはご了承いただければと思います。まあ、そしたら、コミュニティに参加してもらってね、聞いてもらえれば、全然、そうっすね皆さん同じように取り組めるんでね。そうですね。ぜひぜひ、はい。僕と一緒に挑戦してもらえると嬉しいですね。挫折を共有したいかなとも思うし、僕は。そこ詰まりますよねみたいな話がしたい。いや整ったな。ございましたね。思いました。まあなんかデータベースで、なんか結構チャットが盛り上がってますけど、これがいい、あれがいい。あ、データベースで。そう、データベースで。もうデータベースは宗教ですからね、これまた。もう速度を求めるか、CPU 使用率下げるか、メモリ内で管理しちゃうかとか、いろいろありますからね。あそれは、であれですね、もう、はい。データベースはもう一回作っちゃったら変えるっていうのはもう相当大変になるんですか？あまあそうですね。結構な量は書き直しになります。300行ぐらいは確実に。おまあお。規模によるとは思いますけど、思いますけど、多分まあ、なんか入れたり出したり消したりとか、そういうもろもろ込み込みで簡単なのだったら300行ぐらいかな。あ、それでもなるほど。うん。多分でかければでかいほど大変ですね。ああ、なるほど。そう。まあ切り替えても問題ないように設計すればいいんですけど、それは。いや、そうなるとレベル高いっすね。ですね。そうですね。オブジェクト思考とかそこら辺とかのね、知識がいるんで、うん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 。関数型か。そうですね。あと DB がもしかしたら一番いろいろ変更しなくちゃいけない大きな要因になるかもしれなくてですね。例えば1個、この DB に何か要素を追加する、カラムを追加するって言うんですけど、要素追加するみたいなことをやるだけでも、全体に影響があるかもみたいな感じで、ありますね。その DB 使ってるところ全部を見直さなきゃいけないみたいな、そうへえ、しないと動かなくなるみたいなの全然あるんで、怖っ。DB が一番なんていうんですかね、影響範囲がでっかい回収になるかなと思いますね。あ、そうなんだ。はい。まあ、ぜひ、GitHub 作って、そこでね、みんなでわちゃわちゃやればいいんで、機能開発なんて。
そうですね。多分、ちょっと、あれなんですけど、ちょっと、多分最初の想定だとボス一人である程度作っていくみたいなですね。思うんですけど、ある程度、多分、1、2がどうしても自分たちの手を加えないといけない分がうん出てくるんじゃないかなとは確実に思ってますね。そうですね。単純に技術の問題じゃなくて時間の問題ですね。ボスの、うんなんていうんですか、本業やりながら、これをやりながらだと、ちょっと時間が足りなくなりすぎるというか、あそうです、そうです。結構、やっぱトライアンドエラーなんで、こういう開発って。あはい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 。時間が取れる人がね、やるもんなんで、これは。なるほど。そうですね。いやその辺のリアルもまあ僕自身が体感して記録にも残しつつってやろうかな。そうですね。最初とりあえず、一人で頑張ってみてもらっはいて、はい。01は全然できると思うんで、この、そうですね。紹介した、この、ボルト。ボルトとか、はいこ。れとか、できると思うんで、それでちょっとやっていただいて、で、自分で多分、ここをもうちょっとこうしたいとかっていうので、まあ他の AI に相談しつつ多分作っていくと思うんですが、多分どっかで詰まるんで、そしたらこう、我々にもちょっと相談していただいて、はいはいはい。で時間が足りなくなってきたって言ったら、ちょっとみんなで分業するかみたいな相談をしつつみたいな、そういう感じでステップを踏んでいきますか。なるほど。分業したら多分3日ぐらいで終わるですよね。そうなんだ。 5人ぐらい作業するんで、そう多分土なんだ。日 VC で集まって作業したら一瞬で終わるんで、AI 使いは。そうですね、そうですね。うん。マジか。まあ、コードレビューとかもね、多分やれる人はいるんで、何か。まあコミュニティメンバーの力借りたらそうっすよね。そうですね。で、デバッグがこう地味にめんどくさいんで、まあ、それもどこまでやるかみたいな部分あるんですけど、うんうん。まあ、例えばちゃんと見た目上なんかちゃんと実装できてるっぽくて、もう、特定の手順を踏むと壊れるとか、個人情報を流出するとかって全然あり得る話なんで、へえ。そういうのを、まあ、これ個人情報は使わないと思うんですけど、今回のテーマだと。うんうんうんなんで、なんていうんですかね、デバッグをしっかりしないと悲惨な目に遭うことが結構ね、ありまして。結構ウはェブページが乗っ取られるっていうのもありますからね。あ。そうですね、ありますへえ。ね。そうなんだ。データベース1個乗っ取られるとページ自体が書き換えられちゃうんで、やろうと思えば。へえ。そうなんだ。まあ、そうなんですよね。なんで、そこら辺とかも、一人でデバッグしようとすると、まず何をデバッグするかってところから、項目リストずーっと出して、それ一個ずつテストしていってみたいなことをやらなきゃいけなくて、うーなんで、ちょっん。とやるのは相当しんどいと思うっていうのがあります。うん。そうなんちゃんとやろうとするなら。ちゃんとやるとするなら、そう。で、適当でやるんだったらそれこそパッてできちゃうんですけど、リプリットだけで。だ。はいはいははい。多分増えていくでしょうね、今後。初心者が作ったようなページが公開されてて。ありえそう怖い、あ怖いですね。そういうのが多分 DDoS とかに利用されるんでしょうね。そうですね。踏み台にされるんですかね。みたいとか。今のこの一連の話を聞いてるだけでもよく広告とか YouTube とかで出てるもう AI 使えば誰でも、ね、ウェブサイト作れますよみたいなのって絶対無理でしょ。そううですね。ん。いや、まあ、例えば、そのブログとかだったらもうすでになんか公開されているある程度のフォーマットがあって、そこの中でガチャガチャいじるっていう意味で、うんうん誰でも簡単にできますよだったらわかるんですけど、うんちゃんとしたものを作ろうと思ったら、やっぱ、それなりにお金をいただいてやってるものなんで、結構なハードルは、まあ、存在します。そうっすよね。はい AI 使えるからイコール素人でもできますよじゃないもんな。もう今日のこの2時間半でも十分それ感じましたもん。はい。いあと、やアプリ手を出そうとするともっとやばくてですね、ああですね。アプリ。アプリなんてこう、そう日々更新かかるんですよ。まあ、年単位で、これを対応してくださいっていうのが、はいはApple とか Google から来るんですよ。い。うんうんうで、それん。対応しないと、消されるんですよ。へえ。そもそも。あそこから。そうなんすか、ストアから。そうです、そうです。ストアから消されちゃうんで、
継続的にちゃんとやっていかなくちゃいけないし、はセキュリティとかもちゃんと対応していかなくちゃいけないし、いはいさらに向こうのポリシーっていうのがあるんで、そのはいポリシーに違反しないようにしなくちゃいけないし、みたいな、そうへえ。いうのでいろいろあるんで、アプリも簡単に手出すとちょっと痛みを見る可能性が高いなっていうのはあったりしますよね。片手間じゃダメですね絶対ね。厳しいと思いますね。そうなんだ。まあ、AGI とか出てきて会社運営できるレベルの AI が出てくるんだったら別ですけど、うんまあ、飛んでないでしょうね。そんな作っても、毎日動かしてうん十万とかかかりそうですね。なんかかかると思いますね。へそのぐらい、え。そうですね。そのぐらいの価値はありそうですもんね。全然うん十万でも手出す人は手出しますしね。うん。そうなん企業だ。いやなんか軽々しく開発したいとか言っちゃダメだなってすごい今日この2時間で感じました。ないですよ。開発するものが難しいんですよ、今回って。例えば自分みたいな、拡張機能みたいなんだったら別に、被害あることなんかないんですよ、これって。ローカル上で動くだけなんで。うんうんそう。だけど今回って、ウェブっていうことは外部の人がアクセスできるわけですよ、それに対して。うんうんうんそれが危ないよね、と。うんうん普通にできると。なるほどなっているほど。うことですね。どんな悪意を持った人が来るかわかんないですからね。そうそうそう。アプリケーションは、まあそうですね。もうアップデートさえ守っとけば。そっか。うん。そう今回僕が作ろうとしてるサイトは検索したら引っかかっちゃうんですもんね公開しちゃうと。そうです。うん。そうです。じゃああ URL まあ、限定にするとかはできないんですか？できます。でもできます。Google とかの検索のサーチに引っかからないような一文を入れておくっていうことで、引っかからないようにできるんで、ああ、それでいいな。まあ、それでも、例えば SNS の URL から踏んでっていうことは全然あるんでね。ああ、そっかそっかそあっか。あとは URL を適当にバーって羅列してってアクセスするみたいなのあるんで、自分も普通にやられてるんで、大体、それに対しへえ。て。なんかヨーロッパとか、ロシアとか、そこら辺からバーっとなんか謎のアクセスログが来てるんですよね。ほん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 。ウェブページに対して。へえ。もう手当たり次第バーってやっていってって感じですか？そうです、そうです。ちゃんとアクセスはできないように設定しないと、なんか例えば、なんかサーバーに乗っ取られたりとか全然あるんで、うわー、怖いんで、そうか。AWS とか使ってると、例えば海外のここからのアクセスを遮断するみたいなのとか選べたりとかするんですけど、はい。できますよ、クラウドフレアも。クラウドフライヤーもできる。それ使った方がいいかもしれないですね、海外ですね。はい。もう日本限定にして、そうですね。結構中国とかから、なんか怪しいアクセスとかあったら怖いですからね。あとはまあ、あれかな。あとは、アクセス。なんかすごい変なとこから来てんな、最近。どここれ。怖そうなんだ。ヘイシェルっていうよくわかんないとこから謎のアクセス来てますね、今日。えー、うーん。自分のサイトに対して。まあ、あとたまになんですけど、自分たちのPR なのか何なのかわかんないですけど、脆弱性診断の会社の人とかが、攻撃チックなことをやって、こういうことがありましたよみたいな連絡をレポートでね。あったりするんですけど、まあ、そういうのも結構怖かったりするんですよね。です一瞬ね。ビビらされるっていう。向こうはね、ただでやってくれてるんで、何も言えないですけど。これか。こんな感じですね、自分の。今ゆうさんなんか投げてくれましたか？あれです。自分の今日のリクエスト数、謎のライブ規制のところに、ライブ規制のうちのサーバーの、名前は見せることはできないんですけど、この謎のアクセス。謎のアクセス。
いろんな人が来てますね。うん、こんにちはって、適当に公開してるだけなのに。へえ。そう多分、あれですね、防弾ホストですね。この一番上のやつは。防弾ホストっていう、もう、調べても、誰がやってんのかもわかんないように、偽装されたものなんで。うーん。うんガチの声いいですね、これ。あ、でもこんなところから来るんだ。そう、怖いんですよね、こういうの気にしないと。なんかカーソルがなんか緩和された。仲間されたんですか？今、えーっ新井さと、んが無挙料プラげてくれた。ンが、月に200回のタブ保管を、え500回のリクエスト増えましたね。これ5倍か。で、ドキュメント記入。はいはい。500回。はいはい。50めっちゃ、回のリクエスト4.1ですよ。あ、4.1え専用なんだ。今ね、ワードプレスの脆弱性をついてアクセス運用されてるホームページ。ワードプレスか。えワードプレスか。うちなんて来てんだろう、俺今。いや、楽しみだわ。なんか、やるしかないわ。まあ一回、そうですね、期間限定で公開とかでもいいかもしれないですね。そうですね。そうですね、ちょっとランディングコストとか考えると、ずっと収入ないまま公開していくっていうふうにああ、なると、無あんまり、料なんで、そうですね。無料内でをとどめるかって感じですね、それも。うんうああ、ん。確かに確かに。まあ、運用っていうことを考えてってことですよね。そうですね。そうです。で、まあ、それで一回ちょっと、ある程度のものができて、こういう課題が見えたよねってなったら、さらにちょっとレベルアップしたものを、ちょっと作っていこうかみたいな感じで、はいはい。今度ちゃんとしたお金をかけてやってみましょうかみたいなうんうんうことがもあったん。りすると。確かに確かに。はい。まあ、まずは手を動かして、一個一個そうです。にやっぱ慣れていかないと、はい。うん、進まないですよね。怖がっててもしょうがないんで、うん。一回ちょっと、まあ、簡単にでも作ってみてっていう、さっき、高木さんが多分言ってくださってたやつだと思うんですけど、うん。っていうのをやって、ちょっとずつブラッシュアップして、ダメなら、消しちゃえばいいだけの話なんで、うん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 。そうそういう感じでですね。ちょっと、はい、やっていくのがいいかもしれないですね。でもとりあえず今回の時間で、その、なんですかね、ウェブ開発っていうものそのものが相当すごいことなんだなっていうのが伝わりました。はい。大変です。もうなんかこれから1ページ1ページ開くとわかる。きに、すげえなって思いながら開くと思います。そんなと、そこまでじゃないと思うんですけど。はい。いやということで、そうですね。ちょっと、今回の議題はこれでいいかなと思ってるんですが、そうですね。一はい。旦もうこれで完成ですね。そうですね。はい。じゃあこれは保存して、また僕の YouTube のトップページの投稿欄に残そうかなと思います。はい。ありがとはい。うございます。ではなんかいい感じなんでもうこれで終わりましょうか。確かに、時間的にもちょうどいいですしね。時間的にも。いや、そうです。ありがとうございました、ゆうさん、安田さん。いや、私自身もすごい勉強になりました、ゆうさんのおかげで。いやいや、全然、すっげえ勉強にな自りました。分の知ってる知識は、浅く広くなんで、ゆうさんの浅くは多分、あれですよね。深度60メートルぐらいな感じですよね。え僕らはもう息ができないような深さですよね。深海になってます。もう深海レベルですよね。あじゃあ今日はこの辺でおしまいにしましょうか。ですね。はい。はい。
ライブ配信見てくださった皆さんありがとうございました。もう全然コメント読めなくて今回申し訳なかったです。あ、みおんさんもお疲れ様でした。途中からちゃんと参加になりました。ありがとうございました。高弘さんもいろいろアドバイスありがとうございます。やっぱツールめっちゃありますからね、触ってる方の意見って本当に重みがありますよね。東さんもありがとうございます。ボスだけでなく最近はサポートのメンバーさんが活躍されているのを目の当たりにするとコミュニティが育ってるなって体感できてすごく楽しいです。ありがとうございます。いや、東さん今度キャンバー教えてください。ぜひ。めっちゃ知りたいです。ランタンさんもありがとうございます。ぜひディスコードの方でも絡んでください。酒井さんもありがとうございます。ちょっと一緒に勉強しましょう。ぜひ。みやびさんもありがとうございます。カスさんもありがとうございます。またアドバイスください。青いなりさんもありがとうございます。野村ココさんもありがとうございます。ね、勉強になりましたね。はい。ということで、ここでおしまいにしたいと思います。今日もありがとうございました。ゆうさんと安野さんもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありあがとうございます。失礼します。はい。失礼します。